ここのね、一番先っぽの部分が一番こうシート細くなってるんですよ。ちょんがけしたら、こんなのペタペタにつくんですよ。こんなところで乗っててスッてこう足を下ろすやつなんて誰もいないので、実はね、これってこうなりやすい。かつ、見てください。フラットフロアなんですね。極端に言うとこうなると、ここつかないじゃん、シートに。そうすると、いくらいい姿勢をとっても、お尻の一点、マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。さあ、やってまいりました。レンタルバイク出たもの勝負の時間です。ということでですね、マサチャンネルが今、一番乗りたいバイクを紹介します。ヤマハ X フォースです。これね、なんで乗りたかったかっていうとですね、ADV160 とライバル関係にあると思うんですけども、ADV160 は、僕はですね、500マイル行って帰ってこれたんですよ。で、その動画は概要欄に貼り付けてあるのでですね、これか ADV160 かって思ってる方はぜひ見ていただきたいんですが、それよりも何よりも、先日乗った YZF-R15、これですよ。ブルーコアエンジン VVAバリアブルバルブアクチュエーション。要するに、ホンダでいうと VTEC ですね。高速側のカムに切り替わる高速側非常に伸びるエンジンです。これがスクーターに乗ったらどうやねんというのがめちゃめちゃ気になってたんですよ。他にもね、乗ってる車種はあるんですけども、やっぱりね、この形ですよ。先ほど言ったように ADV160 と真っ向勝負のライバルになると思うんですけども、やっぱりこのアドベンチャー感のあるスタイルですね。そしてね、僕やっぱ一番かっこいいのはここですね。リアのスプラッシュガード。このリアの作りですね。もうめちゃめちゃかっこいい。それからフロントのこの大きい造形物。強いて言えば少しここね、もうちょっと大きいシールドが欲しいなっていうのはあるけど、ハンドルこんだけ切れるからね、なかなか難しいんだよね。で、ワイズギアさんの方では、ここにつけるシールドはね、別売りでオプションでありますけどね、それをつけたらね、相当なウィンドウプロテクションを発揮してアドベンチャーになるんじゃないかなというところでね、一番乗りたかったんですけども、しかもここですよ。22レロレロです。フラットフロア。これもね、やっぱり ADV はここまでありますから、ほんと乗り込みやすいんですよね。後でポジションの方もやってみますけども、で、料金も安いと。ただですね、みんなね、透過類がハロゲンだったりとかして、カスタムのしがいがあるといえばあるし、ちょっと一昔前だなっていう感じもするし、みたいなね、そういうスクーターかなというふうに思います。そして皆様が気になってるのがですね、この子よ、シート高よ。なんとね、このフラットフロアにする、関係上もあったんでしょうけども、シート高は815です。これ私が乗ってる VFR800X と同じでございます。しかもスクーター特有のこんだけ広いシートがついてますから、これは相当足つきが手強いんじゃないかなという感じもしますけど、最初に言っとくと130キロしかないですよ。これそんなにね、足なんかつかなくても平気だろうって思うんだけれど、とりあえずね、またがってみたいと思いますよ。またがる前にやらなければいけないことがございます。さあ、全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。マサチャンネル、本日のスペックを紹介いたします。よー
身長164センチ、体重59キロ、ベスト体重でございます。そしてですね、足つきに大きく影響すると言われております。こちら、ピーン、また下ですが、76.5 センチとなっております。同じ身長164センチの日本人の平均よりは少し長めというところでございます。で、靴もペタペタなので、また買ってみましょうか。まずね、センタースタンドなんでね、これを下ろします。よし。では早速また買ってみたいと思います。この乗り込みのしやすさよ。これがこのね、バイクの一番いいところかなと思いますね。でね、シートはこれフラットで、ここにも座れるし、ここにも座れるし、いろんなライディングポジションができるかなっていう素晴らしいシートだと思います。これ段付きになってると、ある程度座る場所が限られてしまうので、なかなかライディングポジションの自由度がなくて厳しかったりとかするんですけども、これはね、後ろに座ることもできる、前に座ることもできる。これもね、アドベンチャー、長距離を行くバイクとしては非常に重要なポジションかなというふうに思いますね。ではですね、起こしてみるんですが、一番シートのいいところはどこかなというふうに探っていくと、通常時、スッと乗った感じだとこの辺に座るかなっていうところあるんですよ、やっぱり。僕の身長は身長なりにね。で、実はこれを皆様に伝えたいんです。ここのね、一番先っぽの部分が一番シート細くなってるんですよ。で、これは僕が乗ってた XADV も同じです。ここにちょんがけしたら、こんなのペタペタにつくんですよ。こんなところで乗っててスッて足を下ろすやつなんて誰もいないので、もし X フォースとか、それから他のスクーターとか他のバイクもそうですけど、足つきレビューをしてる方で、こんな前座って「いやつきますね」なんて言ってる人がいたら、その動画は見ない方がいいです。真実ではございません。普通走行時っていうのはある程度自然な位置に行って、で信号待ちでパッと足を出すので、なのでだって信号待ちでこんなやる人あんまりいないでしょ。なのでこの場所でですね、起こしてみます。せーの、シュッ。どうでしょう。さすがの 815mm ですね。それからやっぱりスクーターの場合、シート幅が広いので足がどうしてもまっすぐ降りないんですよ。で、これは前からマサチャンネルが言ってる通り、骨盤を立てると自然にまっすぐ行くんだけども、そういうポジション、そういうふうに足が非常に降りづらいと、スクーターはそういう頭で見ていただけたらいいかなと思いますね。踏み替えてみます。やっぱり踏み替えるとやっぱお尻が少し動くんですけど、動かないとちょっと怖いぐらいの足つきですね、これはね。どうかな。でも母子球と言われる一番力の入るポイントはついてます。なので、しかも軽いですからね、片足のつま先でもちょんちょんついてりゃ OK だろうって思うんですけど、一番踏ん張れるとこがつくので、そんなに怖い感はね、ないと思いますよ。ではですね、スタンドを払ってみます。スタンドはね、もう立派なね、ショイーンって出てるので、これはもう簡単にね、今お尻をずらしてないですね。やっぱ母子球。僕の身長164センチでナチュラルな位置に座った状態。ケツのですね、座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りのいいところ。こんなところね、ケツの座り悪いですからね。ケツの座りの悪い？ケツの座り。両足ついています。両足はね、さすがにこんだけ広い幅のシート、それから815ミリ、両足は一気につきづらいですね。これはもうつま先ちょんちょんっていうレベルだと思いますね。ただ軽さも相まってこんだけ粘れるんですよ、つま先でも。だから怖い感じはしないけど、例えばこれでね、ちょっと前言っていますけど、コンビニとかで前に行こうと思ったらなかなか厳しいかな。なかなかね、その時はここに行けば行けるんですよ。
こに行けば行けるんですけど、通常時パッと座ったとこだとなかなかこの足つきで前にこう行くっていうのは難しいかもしれない。まあこんな感じですよね。前に座ってこう前に行く、まあそれはできるので、座ったままでもバイクの移動は可能と。ね、バックしたり、危ねえ、忘れたけど大丈夫ですね。まあその辺がね、スクーターのいいところかなというふうに思いますね。それではね、ちょっとポジション、それから取り回しやってみたいと思うんですけど、まあ押したり引いたり、まあ何も問題ないですね。ただやっぱりいくら130キロと軽い車体とはいえ、ここね、シートのここにヒップをですね、こうつけておきたいなとは思います。そしたら全然取り回しは問題ないし、しかもね、ハンドル切れ角が非常にある。これはね、ADV160 も非常にあって好感持ってたんですけど、こんだけ曲がってれば、こんだけ曲げられれば、取り回しに困るってことはまあほぼほぼないと思いますね。それでは、体重が軽い人の一番苦手な分野、やってみますか。センタースタンド。センタースタンドはね、立派な書印があるので、これを踏みまして、で安定させて、あとはもうここをですね、ちょうどいいアシストグリップがあるんで、これを引っ張れば上がるでしょう。せーの、よし。これはね、軽い。クロスカブより軽い。もう一回、せーの。あ、これはね、これはかなり体重が軽い女の子でもいけると思います。そしてせっかくセンタースタンド立てたんで、ポジションね、ケツの座りが一番いいところに座りました。この状態で背筋が地面と垂直、手を伸ばします。このままスーッと下ろしていきます。でグリップがマサチャンネルのどこに当たってるかっていうと、ここですね、手首のところってことは、ここから肘がこんだけ緩んでグリップできるというところですね。非常にコンパクト。ただ僕よりも身長10センチ、175センチとかある方だと、もしかしたら窮屈に感じるかもしれない。そしてですね、このポジションがですね、意外楽かと思いきやきつい方っていうのがいらっしゃるんですよ。で特にこのフラットフロア、僕の想像ですよ。ファーストタッチ総評燃費報告っていう動画を概要欄から見ていただくと、これがですね、お尻が痛くなったかならなかったかっていうのが分かるんですけど、今の感じの僕の中の、長年の経験上、これはね、落とし穴があるんですよ。こんだけ幅広シートでこんだけハンドルが近かったら楽に決まってるじゃんみたいな。実はね、これってこうなりやすい。こういうふうに僕が思うに、骨盤がシートに対して直角に立っている、この状態が一番お尻が痛くならないと思います。だけどこういうふうに乗れればいいんだけど、こうなっちゃう。でこうなってる人がほとんど、特に男子はたまちゃんがあるから、どうしてもこういう姿勢になりづらいんですよ。かつ見てください、フラットフロアなんですね。で僕の身長164センチでも、多分横から見てここの太ももの角度が床と平行ぐらいじゃないかなと思うんですよね。なのでまだ平気なんですけど、実はヒント的に言うと、この辺の足の角度の方がお尻は絶対的に痛くならないです。なぜか、ここのシートサイド、もしくは普通のバイクで言ったらタンクですね、ニーグリップのところ、ここにですね、太ももの内側が設置するんですよ。クロスカブがお尻痛くならないのは、ここにですね設置するからなんですよ、太ももの裏が。そうするとここでも支えられるの、体を。これがね、だいぶお尻が痛くならないのに貢献してるんですよ。で X ポーズみたいにこうなると、極端に言うとこうなると、ここつかないじゃん、シートに。そうするといくらいい姿勢をとっても
お尻の一点集中型になるんですね。想像的にはお尻が痛くなりやすいんじゃないかなという想像をしています。シート的にはふかふかですごくいいんだけどね、どういう風になるかはファーストタッチ総評燃費報告を見ていただいたらわかると思います。僕よりも身長10センチ大きいとちょっと窮屈かな。このくらいに足がなってくるはずだし、このくらいになってくるはずだから、180とかあると相当窮屈だと思うんだよね。結構後ろに、座れたとしても、そうか、後ろ座ればいいのか。後ろの方に座るような感じになるかもしれないね、背が大きい方はね。っていう感じです。はい、ということでですね、X フォース足つき取り回しポジションチェックさせていただきました。皆様の参考になれば幸いです。そしてですね、動画内でも何回か言いましたけども、X フォースに関しての動画はですね、足つき取り回しポジションチェック、それから峠、高速道路、ファーストタッチ総評燃費報告と4本の動画に分かれております。そちら全部見ていただきますと X フォースに関してはほぼほぼ分かるんじゃないかなと思うので、ぜひ概要欄からご覧ください。まだ見れない場合にはですね、公開日となっていないので、公開日に待ってですね、見ていただけたらと思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画を見ていただいて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。レンタル1台2万円かかります。昨年20台借りております。私はですね、どこもですね、提携も何もしておりません。ただ、今回この X フォースに関してはですね、元奥レンタル大宮差し置き店、サイクルロード伊藤さんのご好意によりですね、試乗車をお借りしております。このバイクが気になる方はですね、ぜひ試乗していただけるとわかるんじゃないかなと思うので、ぜひ問い合わせをしてみてください。それでは、マサチャンネルこれにて、バイノリ。